はい、こんにちは。スタジオバリアビリスです。今日はね、新しいソイル、新しい商品を手に入れましたので、そちらの検証を行っていきたいと思います。検証を行う土はこちら、じゃじゃん、育つソイル、大地の恵み育つソイル、3リットル、はい、どこの商品かというと、僕がよく行くアクアテイラーズさんのオリジナル商品です。はい、水草、熱帯魚、シュリンプ、コケリウム、パルダリウムって書いてあるんですよ。ここパルダリウムって書いてあるんですよ。はい、吸着系ってことやと思うんですけど、熱帯魚とかシュリンプの生態にも使えるよって、あとコケリウムね、パルダリウムにも使えるよっていう、すごいオールマイティーなソイルっていうことになるんですけど、実際に使えるのかちょっと気になったので検証してみたいと思います。はい、パルダリウムに本当に向いているのか、何でも言ったらいいってもんじゃねえよ。アクアテイラーズさん自信を持って、はい、おすすめされてるので使ってみたいと思います。ただこれだけ使ってもわからない、やっぱり比べてみないとわからないと思うんですよ。その検証方法なんですけど、他の2つのソイルと比べてみたいと思います。1つ目は、はい、僕がよく使用しているこちらですね。プラチナソイル、はい、パウダーですね。はい、ジュンっていうメーカーが出してます。はい、これ僕よく使ってるんですけど、これ僕が使ってるのはこれパウダーじゃなくてスーパーパウダーっていうもう一つ細かいタイプなんですけど、これなぜこれにしたかというと、こちらの育つソイル、はい、育つソイルとだいたい粒の大きさが一緒だからです。粒の大きさも揃えた方が正確にね検証できると思うんで、同じぐらいの粒の大きさにしました。なぜ僕はいつももっと細かいのを使っているかというと、僕がパルダリウムで使う場合、スーパーパウダーと富士砂っていうのを1対1で分けてるってやってるんですけど、僕がパルダリウムに使う植物はあんまり成長してほしくないんですよ。コンパクトに育てたいんですよ。なので細かいソイルで土を硬くして成長を遅くしてやるんですよ、わざと。なので細かいソイルを使います。なぜ細かいソイルを使うのかというと、芽が細かいと土と土の間、隙間も、少なくなるわけなんですけど、そこに根っこを生やすわけなんですけど、その根っこが、その間が少ないほど通りにくくなりますよね。そしたら根っこの成長も遅くなるんですよ。根っこと葉っぱはリンクしてますので、葉っぱも成長遅くなるんです。ゆっくり育つので、結果的にコンパクトに育ちます。はい、っていうので僕はもっと細かいやつと富士砂を混ぜてやってます。富士砂を混ぜる意味はさらに細かく、硬いので富士砂っていろんな理由があるんですけど、それはまた別で話をします。今回はこのパウダーを使います。はい、でもう一つ、もう一種類、これパッケージないんですけど、こちらです。はい、パルダリウムといえばこちらですね。赤玉土です。赤玉土。はい、赤玉土って何かっていうと、赤土ですね。赤土を固めたものです。はい、でこれは焼いた赤玉土、栄養ほぼない感じです。はい、これがね、よくねパルダリウムには向いてるって言われてるんですよ。栄養が少ないとか栄養がほぼないので、はい、雨林植物って栄養ほとんどいらないので、栄養がいる場合はその液肥とかで添加してやればいいんで、基本はこれだよっていう感じで、この3つで検証してみたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。この3つの容器を使って検証したいと思います。まずそれぞれの容器にこれ何かというと、日向土やったっけ、軽石ですね。こちらをそれぞれの容器に入れていきます。水はけを良くするためにね入れます。検証目的がパルダリウムを前提とした検証なので、実際にねパルダリウムを立ち上げる体で行います。こんなもんかね。ではそれぞれにソイルを入れていきます。ではまずこちらですね、育つソイル入れます。こんなもんかな。続きまして
プラチナソイル、はい、入れます。プラチナソイルも吸着ソイルです。酸性が強いイメージがありますね、プラチナソイルは。はい、そうしましたら赤玉土も入れていきます。今回ね、赤玉土、通常ふるいにかけるんですけど、今回はふるいにかけませんでした。なのでかなり粉塵が舞っております。はい。ソイルなんかはこういう粉塵も入っていないのですぐに使えて、いいかと思います。はい、ということで3つ、はい、土が揃いました。そうしましたらまずね、水を入れたいと思います。では植物を植えていきます。まずね、ベゴニアを植えようかな。ベゴニアの苗、これに関してはあんまりね信憑性はないかなっていうのが、大きさとか成長具合も苗によって違うので、一応入れるって感じですね。ベゴニアのランプンスマトラ、スマトラ島で採取されたランプンスマトラっていうスマトラ島のインドネシアですね、インドネシアで採取されたベゴニアなんですけど、別名雪の宿って言われてるベゴニアですね。全部同じ方向向けとこうかな。一応よし、同じ切り方で、節を節ですねを1個残した状態で、サッシュホンにしました。葉っぱは同じぐらいの大きさで切りました。さて次、ホマロメナを植えます。今回使うのはホマロメナピンクベルベットです。3株用意したんですけど、3株とも全部葉っぱの数は9枚。これちなみに新しい葉っぱこれ出てきてるんですけど、これも合わせて9枚です。全部同じぐらいの大きさの株ですね。これもあんまり信憑性ないです。一応植えるって感じです。なんで信憑性ないかっていうと、株によって違うんですよね。こういうのって個体差とかもあるんで、ど真ん中に植えます。根っこの長さも全部一応同じぐらいに揃えてます。今のところ植えやすさとか全部一緒ですね。あまり差はないです。はい、植えました。あとは水草かな。ニューラージパールグラスね、それぞれ3本ずつ3株ずつ植えます。これは時間経つにつれ、効果は出てくるんちゃうかな。広がる速度とかあんまり個体差ないと思うんで、一応3箇所に3本植えてみようかな。枯れる可能性もあるからね、できるだけ同じ場所同じ植え方をします。よーし、最後ウイロモス、これね切り刻んだウイロモス、パルダレニウムでは僕はウイロモスを推奨しています。ウイロモスを少しずつ植えたいと思います。ウイロモスは環境によって結構ね生え方とか変わったりするんで、分かりやすいんちゃうかな。どうなんでしょう。見た感じアクアテイラーズの育つソイルと純のプラチナソイルは似てる気がする。色が若干違うぐらいで、これで全然違う育ち方とかしたら面白いな。よし、育つソイルに水が足りてなかったんでちょっと追加します。育つソイルもしかして吸水力があんまりないんか、排水性能が高いんかな、ちょっとわかんないです。はい、こんな感じでできました。これで
様子を見たいと思います。果たしてどれが一番早いのか。これでだいたい同じ条件で作ることができました。これでね、ベゴニア、ホマロメナ、ニューラージ、ウィローモス、それぞれの成長を、待ちたいと思います。ということでまたね経過報告したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。